はい、今日も組み立てていきますよ。こちら、これは前に作った TWS の THR っていうマシンですね。競技車両っぽいスタイルでマジかっけえマシンでね、これを走らせる時になんかもう一台画面を彩りつつ、またちょっと違った走り味を感じさせてくれるマシンを一緒に走らせたいということで用意しました。こちら、タミヤ CC02 メルセデス・ベンツ G500。 メルセデスの G クラスといえばですね、1979年にオーストリアのシュタイアプフっていう軍事企業と共同開発して軍事車両として登場した車両を民間用にアレンジしたのがこの G クラスですね。デビュー当時はゲレンデバーゲンっていう名称が与えられて、90年代半ばにメルセデス的な保証の統一を図った時に G っていう文字が与えられて、 G230、300、320、350、500、550、最近だと400とか450とか、だいたい数字イコール排気量だったのが、環境規制とかでダウンサイジングしてターボ積んだりとかで数字と排気量が合わなくなってからは私も覚えきれていないんですが、そんな感じ。中には G65AMG とか6リッター V12 ツインターボで630馬力みたいな、そんなヤバいモデルも存在する、長きにわたって愛され育まれてきた有名な車ですね。足回りは2018年のモデルチェンジまでは実際にラダーフレーム&前後リジットアクセルっていう構成で高級車っていうイメージでありながら、オフロード車としても高い走破性を誇る車となっております。そしてこのタミヤの G500 はどうやら2018年のモデルチェンジ後の G500 を再現したボディを搭載してるんですけど、2018年以降の G クラスは実はフロントダブルウィッシュボーンっていうね。なのである意味では2018年以前の伝統的な前後リジットアクセルのシャシに最新のスタイリングを合わせた夢の仕様であるというですね、そんなタミヤ CC02 G500 となっております。はは、ということで今回はこの子を作っていこうと思います。バカン、箱が不敬な。出していこう。まずタイヤ、結構硬いね。ホイール、質感高め。K パーツ、これはボディのパーツだね。H パーツ、これもボディのグリルとかライト系のパーツ。A パーツ、これはギアボックスなんですけど、せっかくなのでオプションパーツのこのマットクロームメッキの A パーツに交換してやっていこうと思います。B パーツ、これはホーシングだね。こちらはそのまま使っていきましょう。C パーツ、アーム保持する系のパーツと足回りのパーツ、同じものが2枚入ってますね。E パーツ、シャーシ系のパーツですね。クロスメンバーとか。F パーツ、これがメインシャーシですね。J パーツ、ロッドとボディマウントですね。これも2枚入ってる。P パーツ、プロペラシャフトで Y と X、ダンパーのパーツですね。それから袋の方開けていきましょう。パーツバッグは組み立て順に A、B、C、D、すごいずっしりしてんな。あとはアルファベットがない袋、これはボディ関連のパーツですかね。それからね、こちらのキットは最初からハイトルクサーブセーバーが付属してます。でノーマルの540モーター、そしてこちら G クラスのボディ、めっちゃかっこいいね。あとはステッカーとマスキング。ステッカー意外に多いね。まあまあ楽しませていただきましょう。最後に説明書。箱の中は以上です。で今回も少々最初からオプション入れていこうと思います。まずは後からだと大変そうなフルベアリング、これも後からパッチンするのは大変そうな CC02 ローフリクションボールカラー。そしてこれはなんとなくあった方がいいかなと思って買いました。アルミスパギアマウント、これもなんとなくあった方がいいかなと思って、ステンレスアジャスタブルタイロットセット。ひとまずこれだけ先に入れつつ、ビスも六角のビスに交換しながらやっていこうかなと思います。あと今回の組み立てからこれを導入しよう。ノンスクラッチラジオペンチ2。こっちが今まであったやつで、こっちが新しいやつなんですけど、結構ね小ぶりで使いやすそうということでね、なかなか組み立て工程が多いので味わいながらいただきます。まずはギアの組み立てからだね。で今回は低速ギアで組みたいので、こっちの指示に従ってやっていきます。で全部プラギアかと思ったら1個だけ金属のギア入ってた。かっこいいね。やっていこう。
はい、パーツバック AB でメインシャーシがほぼ出来上がりましたね。で、ここからパーツバック C、デフ周り、アクスルハウジングに入ってきます。デフはね、潔くデフロックで組み立てます。やっていこう。はい、これね、このまま締めればデフロックなんですけど、なんかね、ここにベベルシャフトがこんな感じで収まる形状をしてるんですよね。説明書上では入れる指示にはなってないんですけど、せっかくピタッと気持ちよくはまるので入れておこうと思います。若干の重量増になればなということでね。はい。はい、シャーシに足がついてほぼほぼ形になってまいりましたね。ここからパーツバック D、 ダンパーですね。でダンパーなんですけど、今回はちょっとなんちゃってエアレーション仕様で組んでいこうと思います。やっていくよ。
はい、ダンパーがついてよりそれらしくなってきましたね。ここからメカ類が登場します。で、今回使っていくのはこちら、サボックス SC1201MG。あんま見かけないやつですよね。スピードが 0.16 秒でトルクが 25kg のスタンダードサイズのデジタルサーボです。コアレスモーターでメタルギアのやつですね。こちらを使ってやっていきます。それからね、ESC はこちら、ホビーウィングの 1080G2。いよいよ私も G2 を導入する日がやってまいりました。ということで、こちらを使ってですね、やっていこう。はい、できました。ボディはこれからだけどもね、ひとまずシャーシは完成でございます。でね、せっかく実写ボディなので、今回はマグネット式のステルスボディマウントを使用しております。思ってたよりもしっかり足が動いてくれるので、ボディマウントは説明書通りの長さに切って、その状態にステルスマウントを取り付けたので、説明書の指示よりは穴2つ分ぐらいボディを高くマウントしてる状態ですかね。てか CC02 ってこんなに足動くんですね。タミヤにはがっつりクローラー的な立ち位置にこの CR01 があるので、クローラーってよりはクロスカントリーって感じだと思ってたんですよね。ただ標準のタイヤだとちょっと辛そうですけど、タイヤ変えるだけでも結構クローリングも頑張ってくれそうな気配。あとは基本的に樹脂パーツがメインのキットではあるんですけど、アーム類がねしっかりデザインされてて、なんかすごいかっこよく見える。これは良げですね。ただちょっとだけ、ほんのちょっとだけ気になるのが、サーボがバネ上に搭載されてるので、ストロークするとステアリングロッドに引っ張られて、こんな感じでステアリングも一緒に動いちゃうところ。でもこれもね、思ってたよりかは少ない。なのでバイーンってスロットル入れてリア荷重になったりすると勝手にステアが切れちゃうと思うんですけど、そういった操作をしなければよっぽど大丈夫かなと思います。ひとまずね、これは組み応えがあって楽しかったですね。満足です。あとはパリッとボディを仕上げていきましょうかね。はい、塗れましたよ。今回はですね、メルセデスのヒヤシンスレッドっていう色をイメージして塗らせていただきました。フロストレッドをもうこれ以上濃くならんってところまでしっかり拭いて、ブライトシルバーをちょっと分厚めに重ねつつ、そこから普通のシルバーを拭いてブラックで締めるという感じでございます。あとは付属のデカールを貼っていくとこんな感じ。マジでいい感じに仕上がりますよね。こういうとこでね、タミヤさんやっぱすげえってなりますよね。で、これも見た目以上にステッカーが多くてちょっと大変なんですけど、曲面に貼る箇所も多くてステッカーが浮きやすいんですよね。なので貼る前にプレペイントクリーナーで脱脂してあげるとしっかり貼り付いてくれて作業しやすくなると思いますので、お試しください。ただプラパーツにプレペイントクリーナーを使うと表面を溶かしてしまうので、ポリカだけにしてくださいね。ということで満足のいくマシンに仕上がったので、これでね、どんな走破数を見せてくれるのか楽しみですね。ということで今回はここまで。あざした。終わりー。